はいな、皆さんお元気ですか？花です。この日はね、どうしても私、魚とか、なんかクラゲとか、あと、水の中みたいなのが見たくて、それで江ノ島水族館に行きました。でも本当最後に行った記憶が全然思い出せなかったんだけど、ワンチャンね、小学生とか、保育園の遠足で来たんだよな、確か一回。それは覚えてるけど、なんか最後の記憶がそれでめちゃめちゃ久しぶりだった。私インスタの方で日記をもとにビデオエッセイっていうのをやってるんですけど、この前ね、大人になってから本を読むようになったっていう内容の話をして、そういう動画を作って、そこで世の流れ、流行とかさ、いろんな、なんか回転っていうの、世の回転がちょっと早すぎるなっていうふうに思って、でそういう内容をまた日記に書いたのね。で今多分それをビデオエッセイにしたやつも上がってるんだけど、その日記書いた後ですっごい魚たちに会いたくなって、それで水族館に来た。元のね、大人になってから本を読むようになったっていう内容の日記は、私が本のすごい好きなところ、理由みたいなので、私を置いて勝手に流れたりしないでいつでも待っててくれるっていうところが好きなのね。私たちは今文明の利器をたくさん手に入れて自由になったはずだけど、なんか YouTube ショートとかリールとか、その利器のスピードに私たちがついてこうと振り回されてるなって思って、そういうことを話したの。でそのリール、ビデオエッセイを作った後、リールの勉強っていうのかな、なんかどうしたら伸びるかみたいな、そういうのをちょっと調べたりとかしたら、冒頭の1秒とか3秒が全てみたいなことを読んだのね。でその次の日ぐらいに電車で私立ってて、で目の前に座席に座ってる人がいたんだけど、TikTok 見てたのが見えちゃったのね、画面が。で凝視してないけど、ちょっと指の動きが分かるぐらいの視界にいるから、TikTok 見てるなって思った後もちょっとなんとなくその人の動きが見えてたんだけど、1秒ぐらいでほとんど全部の動画飛ばしてて、私は TikTok やってないし見てないんだけどさ、あれも YouTube ショートとかさ、インスタのリールと同じ縦動画じゃん。なんかちょっと怖くなって、インスタの方でもそういうセリフを入れたんだけど、本当にフラッシュカードだと思ったの。私たち人間は何か常に情報が入ってこないと耐えられない生物なんだけど、それをうまく利用したのがフラッシュカードだと思うのね。でも取るに足らない情報をずっとフラッシュカードでさ、頭に流し続けてる状態じゃない、ショート動画とかって。でしかもそのフラッシュする、一瞬で飛ばすっていう理由がさ、その情報に対して興味がない、いらない情報だって思うからじゃん。惹かれないからそうやって飛ばすわけでしょ。ってことは脳にゴミを覚えさせ続けている状態だし、そりゃ脳も壊れちゃうんじゃないかなって思ったの。そんで私たち動画を作る側はさ、その一瞬の間に何とか見続けてもらうとフックを入れたり早口で情報を詰め込んだりさ、いろいろ工夫するわけじゃん。でもそういうのをさ調べたり、そういうテクニック意識してるなっていう動画を見るたびになんかすごい疲れちゃってさ、1秒で飛ばされるってだって呼吸1回分もないし、私たちもその呼吸1回分もない間の中でさ、こうもがくわけでしょ。見た人は私の何がわかるのっていう長さの時間だし、逆に見る側の立場になった時にさ、その動画の人のこと何もわからないじゃない。それを分かってもらうための入り口なのかもしれないし、それは知ってるんだけど、その呼吸1回分ってのはなんかどんどん短く浅くなっていくから、なんか苦しくなってくるなと思って、呼吸が深くないからちゃんと酸素が行き渡ってないような、そういう状態と同じになってるなっていう気がしたの。そしてね、その動画を飛ばすっていうのはさ、ちょっとマッチングアプリやったことないからわからないんだけどさ、マッチングアプリってスワイプしてさ、ありなしみたいなのやるんでしょ。あれみたいで、ちょっと見る人の人格形成にも良くないんじゃないかなって思ったの。スワイプすることによって、飛ばすことによってさ、ほとんどこう却下してるっていう状態がずっと続くってことじゃん。
だから映画とかだったらさ、元取るためにつまんなくてもとりあえず最後まで見たりするけどさ、そしてどこがどうつまんないかを考えたりする余裕があるし、その分何を自分が面白いかも考えたりもできるし、わかるじゃない。でもショート動画みたいにずっと飛ばし続けるっていう状況が毎日続いたら、それはさ、日々目にしてるものが面白くないものばっかりだっていうことをさ、自分に体験させてる、覚え込ませてるみたいなもんじゃん。だからこの世がつまらなく感じる人とか無気力とかにだんだんつながってるんじゃないかなって思ったの。だからもうショート動画に溺れちゃってるっていうかさ、本当はゆったり泳いでいるはずなのに、ゆったり泳げるはずなのに、なんか陸に上げられた魚が暴れてるみたいな、ピチピチ跳ねてるみたいな苦しさを感じて、ちょっとゆっくり泳ぐ者たちを見に行きたくなって水族館に行きました。一番この日見たかったのがね、クラゲなの。クラゲなんだけど、私このクラゲのエリアで1時間以上過ごして、ここね別にそんな広くないの。なんか教室よりちょっと広いっていうか、教室2つ分あるかなぐらいのスペースな気がするんだけど、なんかすごいずっといた。でもちょっと見渡すとなんかクラゲトークをしてる大人たちがいてクラゲオタクだって思いながら、一緒に仲間ですって思いながら歩いてたこれもね、インスタのビデオエッセイにしたんだけど、私生まれ変わったら風になりたくて。でも確実にさ、生物じゃないじゃん。私は生物じゃないけど、でも生きてると思ってるの。なんかちょっと余談だけど、怖くて美しいものは全部生きてると思ってるの。自然現象とか。でももし確実に明確に生物であるものでないといけないんだったら、私はクラゲが一番風に近いなって思った。クラゲと波っていう自然現象はそれぞれがなんていうの、群体といっても分個体っていうのかな、いいんじゃないかなと思ってて、一つの大きな生き物の塊で、そこには自然現象の波も含まれてて、海そのものを生き物にした感じだと思った。クラゲをずっと見てたらね、鼓動を持ってる生物っていうより鼓動そのものであるっていう風に思って、でこれ帰ってから調べたんだけど、本当にそうだったの。私クラゲ好きだけどさ、めっちゃ詳しいわけじゃなくて、でもクラゲには心臓がなくて、このフワンフワンっていう動きがポンプ代わりになってるんだって。だからクラゲはそのもの、鼓動そのものが生き物っていう風に感じて、その感覚は正しかったっていうとなんか違うけど、なんかちゃんとそれが見てる時に伝わってきたのがちょっと私にとって感動だった。でクラゲをずっと見てたらそんな風に思ってっていうか、気づいて、で私もなんかその流れの中に連れてってもらいたくなったの。水槽の中の波ってさ、人工で作られてるし、クラゲは狭い水槽の中に入っているのに、大きな水槽の中でもさ群れで敷き詰められてるわけなのに、なんか水槽の外にいるのに私たちの方がずっと不自由だなって思った。私たちはさ、だって私たち自身をさ、自分でその16対9の水槽の中にさ閉じ込めてるわけじゃん。でもクラゲは不自由だとか自由だとかそんなことすら考えてなくて、なんかすごく連れてってもらいたくなった。
昨日よりはマシかも。周りが圧倒的に子連れっていうか家族かカップルばっかりで気まずい。いいんだ、好きだから。今泳げるんだこれ。美味しかった。やばい、暑そう。どうしよう、この先へ行けない。お腹空いたね。この日ね、もう一つ行きたいところがあって、藤沢にあるジュリアンっていう喫茶店なんだけど、ここにねペアソーダっていうこういう感じのソーダがあって、これをね飲みたくて、私喫茶店とかカフェに行くのが好きだから。でもちょっと遠いからさ、なかなかこのカフェためだけにさ行けなかったんだけど、今回はついでで行くことができたから寄ってみたの。この外がなんか船のさ潜水艦とかの窓みたいですっごい可愛かった。でね、ペアソーダもすごい可愛かったし、すっごい暑かったからさめっちゃ癒されたんだけど、内装もなんか可愛かったし、すごい長居もできそうだったしありがたかったんだけど、提供にめちゃめちゃ時間かかって私ね今までそんな遅いところ当たったことなくて、だからびっくりしたってだけなんだけど、クリームソーダこれ結構ねちっちゃいので、これ一つに私30分ぐらい待って、でちょっとびっくりしちゃったっていう話です。はい、この時お昼も食べてなかったから結構ねスッと飲んで30分で出たかったんだけど、なんか結局結構、はい、そのクリームソーダが出てくるまでに30分以上かかったから。しかもね私が先に入ってたんだけど、その20分後ぐらいに入ってきたカップルもペアソーダを頼んで、それと一緒に出てきたのね。だからあれみたいな感じになってちょっとさっきさこの直前にさそのクラゲのところにいてさ、うわこの子たちは欲もないだろうし何かを考えてるわけでもなくて、でもただ流されてるわけでもなくて、なんて素晴らしい生き物だろうって思ってさ、私たち人間はなんでこんなしょうもないことにイラついちゃうんだろうって思って、なんかすごいね余計悲しくなったでもすごい雰囲気は良くて、店員さんも別に態度が悪いとかそういうんじゃないの。にこやかだったし、だから提供が遅いとかそういうそれだけ本当に。だから多分ねもう行きはしないんだけど遠いし、でも一度は行くといいと思った。だから興味がある人とかここ行ってみたいなって思ってる人がもしいたらぜひ行ってみるといいと思います。そして私は常に心にギャルをではなくて常に心にクラゲをの精神で行きたいなって思った別にクラゲに生まれ変われるか分からなくてもさ、クラゲになれるわけでもなくてもさ、クラゲみたいな気持ちで生きることはまあギリいけるんじゃないかなと思ってちょっと私ただでさえふわふわしてるところがあるのに、これ以上ふわふわしたらちょっと嫌だけど、そういうなんていうの突然のアクシデントというか何かの不手際に対してはそうやってふわっと生きれたらいいなと思いましたとさ。
もう夏がさどんどん暑くなってて、もう夏っていう名前やめたらっていうレベルで暑いじゃない。だからでも水族館は、冷房も効いてるし、海を体感することもできるし、夏のお出かけにすごくいいなって思った。あんま家の近くにないからさ行きにくくはあるんだけど、それでも海に行くよりは近いから行きたいなって、また行きたいなって思った。なんかほんとクラゲの前に立ってた時に、私は君たちが大好きだって思ってちょっともう君たちのこと大好きって思って、でそれを多分クラゲは気にも留めてないし、全然何にもそんなこと考えてないっていうのがまたもっと大好きだなって思って、クラゲってやつはふわふわしてるくせにクールですね私たち日々さ考えまくってっていうか、考えまくらないと生きられない環境にいてさ、なんか時々疲れちゃうけど、こういう風にたまになんかふわってさクラゲを自分の中に運んでこれたらいいなって思った。みんなも心にクラゲやってみてねじゃあまたね、チュッシー。